まあ今日は激しい雨じゃないから。まだほら目で見て粉じゃないから明日にならないと。この粉の細かくなっていくのは音で判断する。明日になると音が変わってくる。それで最後に細かくなって細かくなれば抵抗ないから壊れるわけね。壊れちゃうと大変だから、例えば夜中にそういう風になってきたなと思ったら止めに来なくなるんだ。なくなる。それは結構あるわけ。つくからね。うちは SDGs です。昔から。昔から。今そういう言葉が出てるけどね。そうですよね。うん。でこれをこう持つでしょ。そうすると入ってできるじゃない、こういうふうに。これをまた肥料にするんですよ。畑にまくと肥料になるので。色染めてる。染料が染み込んでくる。やってるうちにだんだん。今年8月の発表で2人以上の方が消費に使った金額がロシアに圧力をかけ戦争では何も得られないと悟らせることができることで各国に軍事支援を継続するよう訴えました。個人の解放に役立つということで首都攻撃を開始してから2ヶ月になったと関連しそうですね、もうはい。日曜が中学でも同じくやったりしてまして、北海道で一応団体戦の優勝者が
小学校、中学校、高校と手伝いがてらにやってたんで、それなりに。細かいところの経験はないから、後から自分で勉強しながらやってるような。まあ見よう見まねでいろいろやったからそれなりには分かるんだけど、あとはもう耳とか目とかで見て判断するしかないよね。だから水車ついてる時の音も今の音ともっと突き上がった時の音の違いをこう聞き分ける耳を持たないと、そこまでになるのにはまだまだ。でも何年になっても勉強じゃないのきっと。ちょっとすごい椅子斜めですから気をつけてね。昔から一応10時と3時はお茶の時間が、今そんなことやってるとこはないでしょうけど、これも保育園とか幼稚園では必ずやる。ありますね。なんだか知んないけど、効率がいいみたいよ、その方が。だから逆に1日4時間で4時間続けて仕事してるよりはちょっと休憩、ちょっと休憩して集中力も4時間続けるのは極端に言えばね大変でしょ。この隙間を、まあ、昔はやんなかったんだけど、このまま乾いちゃうともっと広がるの隙間が。でこれを綺麗になりましたね。まあ端はこれどうしようもないこっちから押さえるものがないんで、あんまりこういうふうに曲がったものを少なくするため、それでやってこれだとね、これ用毛って言うんですけど、それが物差しになって、あとは手加減やってれば 1,2 本分かるんですよ。こう持った感じで、持った感じと、あと重さも違うわね、長年やってるとね、いつもの重さと。この仕事だって単純作業だけど、最初は大変でしたよ、やっぱり。こう折れたりさ、あとどこで力入れていいか分かんないし、今こうやって喋りながらできるけど、その当時は喋ってたら変なとこになっちゃったりね。最高、お墓参りだよねって、仏壇だよねって、まあそれもあるけど、そうじゃなくてもっと広く香りを楽しむような、それで使ってる人もいます。もともとはだからどっちかというとお香的なものの方が早かったからね、お線香よりは。源氏物語の時代の頃はそういうお香の文化が発達した。
ちゃってるかわかんない。そうそうそう。これは親父。水車の良さっていうのはやっぱりそうゆっくり粉にすることで摩擦が少ないから熱が低く抑えられるからと香りがそこに残る。あまり早くしちゃうと香りが逃げちゃう、ね、だからやってるわけ、水車の良さとこの辺の杉の葉の性質がお線香にいいっていうこと。だから水車を使わないでやるんならやめちゃうぐらい私にとってはいいのができる。それはね、それは違う方法がもちろんあるかもしれない。今の時代だからいろんな機械とかできてきてるからね。でもやっぱり自分として今までやってきた中で経験してきた中でこの方法が一番いいと思ってるから続けられるというかね、必要としてくれるお客さんがいて、成り立ってるっていうかね、あと何年できるかね、それはね、そういうことを考える現実的な年になっちゃったよね。だから本当はもう70だからぐらいになったんだからもうやめてね、少しね楽したいわけじゃないけど違うことやったりとかしたいっていうこともあるでしょうけど、それなりに来てくれて欲しいっていう方もいるしね、もっといればいいんだけど、たった一つでも人とねつながるそういうものがあればやっていけるっていうかね、それでやっているっていうかね。